ご視聴いただきありがとうございます。シルバラさん、これはなんだか良さそうなノートパソコンですね。どうしたんですか？はい。これは息子のノートパソコンなんですが、先日孫の顔を見に行った時に相談を受けまして、Windows が起動しないということで、預かって帰りました。そうなんだ。それで直せるんですか？向こうで見たところ、デバイスに問題がありそうなので、デバイスあたりならなんとかなるかなと思って預かって帰りました。それでは、早速電源を入れてみます。電源は入ったようですね。さて、ここからが問題なんです。デバイスに問題が発生したので再起動するということですね。再起動しています。PC を自動修復できなかったということですね。詳細オプションをクリックしてみます。オプションの選択画面ですが、どれを試してみたものでしょうね。とりあえず、一番上の続行を選んでみます。再起動していますね。また、修復できないというメッセージです。今度はトラブルシューティングを選んでみます。個人用ファイルを選んで初期状態に戻すというのもできるようですが、データは消さないでほしいと頼まれているので、念のため、今はしないでおきます。スタートアップ修復というのをやってみましたができないようです。スタートアップ設定をやってみます。一度再起動してオプションの変更ができるようです。どれを選べばいいのやら、4番を押してみることにします。また同じことの繰り返しのようです。キリがないので一旦中止して、データをバックアップするために SSD を取り出してみることにします。さて、これからが緊張が続く時間です。自分のパソコンじゃないのでミスができないですからね。そうなんです。初めて触るパソコンで、一度も裏蓋を開けたことがない。しかもノートパソコンですから、かなり緊張しています。それでは、これから裏蓋を外していきたいと思います。とは言ったものの、すぐに取り掛かれず、しばらく裏蓋を眺めていました。シルバラさん、大丈夫ですか？顔色が悪いですよ。あ、いえ、大丈夫です。少し緊張しているだけです。それにしてもネジの数が多いですね。ここは、電動ドライバーの力を借りることにしましょう。それと編集ソフトの力も借りているようですね。随分と作業の手際が良くなっています。いつもこれくらい手際が良いと良いですね。はは、そうですね。ネジをすべて外し終わったので、これから裏蓋を外していきます。シルバラさん、気をつけてくださいね。この前みたいに負傷退場はなしですよ。はい。ありがとうございます。今回はカッターではなく、腕時計用の裏蓋こじ開けツールを使うので大丈夫だと思います。傷めないように少しずつ、慎重に開いていきます。自分の PC ではないので、神経を使いますよね。4辺すべて外し終わりましたが、まだ開かないですね。よく見てみると、真ん中あたりにネジが1本止まっているようです。
おそらくここだと思います。真ん中のゴム足を外してみます。ネジがありました。このネジを外します。こんなところにネジが隠れているなんて危ないところでしたね。カバーを割ってしまったら大変なところでした。そうですね。危ないところでした。気がついてよかったです。裏蓋が外れました。まず、バッテリーを外します。バッテリーのコネクターを外します。バッテリーは、一箇所、ネジで止まっているようなので、そのネジを外します。あれ、シルバラさん、この PC の場合はバッテリーを外さなくても、バッテリーのコネクターを外すだけでいいんじゃないですか？あ、そうですね。調子に乗ってネジを外してしまいました。まだ緊張しているようです。無駄なことをしてしまいました。さて、これから M.2 SSD を外していきます。ネジ一本で止まっているだけですね。ネジを外します。うまくいかないですね。どうしてだろう。シルバラさん、何をしているんですか？見ているとイライラしてきます。ドライバーの大きさが合っていないようです。一つ小さいものにしてみます。これで大丈夫なようです。うまく外れました。M.2 SSD のネジで止まっていた方を少し持ち上げて、スロットから引き抜きます。PCIe の NVNEM2SSD ですね。データを読み取るにしても、このタイプの外付けケースを持っていないので、一旦、元に戻してケースを手配することにします。スロットに M.2 SSD を差し込んで、ネジ止めをします。取り外した時の逆の要領です。このネジがまた止めにくい。細かい作業は本当にやりにくいですね。シルバラさん、それって老眼のせいもあるんじゃないですか？まあ確かにそうかもしれませんね。M.2 SSD の取り付けが終わりました。バッテリーのコネクターを挿します。これで OK ですね。それから、無駄に外してしまったネジも止めておいた方が良いんじゃないですか？そうですね。そうします。そこじゃないと思いますよ。なんだか動揺してしまっているようですね。大丈夫ですけど、また後で止めることにしました。一応、動作確認をしておくことにしましょう。
すごいホコリですね。液晶画面にキーボードの形がついています。最後にちゃんと手入れをすることにして、画面のホコリだけでも拭いておきましょう。綺麗になりましたね。すっきりしました。それでは、電源を入れてみましょう。デバイスに問題があると出ていますね。やはり、同じ画面になりますね。電源を切って、M.2 SSD の外付けケースが来るのを待つことにしましょう。M.2 SSD NVMe PCIe 用の外付けケースが届いたので、早速 SSD をセットしてみます。SSD を奥まで差し込んで、固定用のノブで固定します。固定用のノブの取り付けは、細かい作業なので苦戦しましたが、なんとか取り付けができました。M.2 SSD をケースにセットした状態です。M.2 SSD をセットしたケースをカバーに差し込み、ケーブルをつないで、USB に差し込めば OK という簡単なものです。PC の USB に挿したところ、すぐにつながり、SSD の中を見ることができました。これでデータのバックアップができます。SSD 内のデータを PC にコピーしているところです。SSD 内のデータのコピーは終わりました。他のファイルも見ることができましたし SSD は問題ないかと思います。SSD を PC 本体に戻していきます。外付けケースから SSD を取り出して PC に取り付けます。なかなか外せないようですね。私だけかもしれませんが、このストッパーの取り外しがやりにくいんです。無理をして壊してもいけないす。苦労します。よかった。なんとか外すことができました。SSD を奥まで差し込んで、固定用のネジで固定します。このネジを止めるのもやりにくいのですが、今回はどうでしょうね。ネジ穴にネジを合わせるのがやりにくいんですよね。本当にやりにくそう。苦労しているようですね。なんとか止められたようです。これで SSD の取り付けは完了です。裏蓋を閉じる前に、バッテリーのコネクターを挿しておかないといけませんね。なんだかやりにくそうですね。あ、とうとうやってしまいましたね。落とした裏蓋は大丈夫ですか？
大丈夫でした。今気がついたのですが、左手でやっていました。利き腕の右手でやっていればもっと簡単だったと思います。電源を入れてみました。ここで、詳細オプションをクリックします。トラブルシューティングをクリックします。この PC を初期状態に戻すを選びます。個人用ファイルを保持するを選びます。省略していますが、クラウドのダウンロードはダメだったので、下のローカル再インストールを選んでみます。PC を初期状態に戻すときに問題が発生しました。変更は行われませんでした。と表示されています。いろいろと試してみましたが、修復は難しいようです。困りましたね。どうするんですか？そうですね。仕方がないので、最後の手段を行うことにしますか。というとやはりあれですか？そうです。あれです。ということで、起動時に F2 キーを連打して BIOS を起動しました。3つ右のブートに行きます。ここで、ファーストブートを選びエンターキーを押して出てきたリストの中の USB-CD DVD を選んでエンターキーを押します。ファーストブートの右の表示が USB-CD DVD に変わります。F10 キーを押して、出てきたウィンドウで Yes を選択しエンターキーを押せば、保存して終了になります。Windows 11のインストール用 USB メモリーを挿しておき、再起動します。あれ、Windows 10ではないんですね。Windows 10を再インストールしてもいいと思いますが、どうせ再インストールするのなら Windows 11にしようかと思います。そうですね。Windows 10のサポートももうじき終わるみたいだし、息子さんもその方が良いんじゃないかと思います。もちろん、息子の了解はもらっています。あれ、まだこんなメニューが表示されましたね。どうしようかな。詳細オプションを選んでみます。USB から起動したいので、デバイスの仕様を選んでみることにします。USB が表示されているようなので、このままエンターキーを押します。何か表示されました。Windows のマークも表示されましたね。うまくいっているのかもしれませんね。そうですね。このまま順調にいってくれるといいのですが。Windows の言語とその他の設定の入力画面が表示されました。このままインストールができそうです。このままで、次へをクリックします。今すぐインストールをクリックします。セットアップが始まったようですね。Windows のライセンス条項の画面が表示されました。内容を確認し、承諾にチェックをして次へをクリックします。インストールの種類の選択です。USB からのインストールなので、カスタムを選択します。インストール場所の選択です。3を選択します。以前のバージョンの Windows は使えなくなるという警告です。OK でいきます。インストールが始まったようですね。国または地域の設定です。日本が選択されているので、次へをクリックします。このままで、はいをクリックします。二つ目のキーボードは、スキップします。ネットワークの接続設定をします。ここからは飛ばしていきます。
もう少しでインストールが終わりそうですね。Windows 11が起動しました。インストールは終了です。裏蓋を閉める前に、ネジの締め忘れやコネクターの差し忘れがないか確認しています。CPU グリスを塗り替えようかと思ったのですが、そんなに古い PC でもないし、もしものことがあるといけないので、必要以上に触るのはやめておきます。シルバラさん、自分の PC ではないので慎重になっていますね。そうなんです。裏蓋を開けるのにも思い切りがいりました。それでは、裏蓋を閉じて、ネジ止めしていきます。作業が終わったので、PC をきれいに拭いていきます。シルバラさん、随分と気を使っていますね。はい。でもこれがいつもの私の姿なんですよ。そうですか。では、そういうことにしておきましょう。それにしても、きれいになりましたね。バックアップしたデータを PC に戻して今日の作業は完了です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。